どうも、ババアです。白様です。いやー、秋ですね。朝めっちゃ寒かった。団子食べたいな。すすきに引っ張られてて草。上流の凪の水面が美しいです。穏やかで癒されるね。鳥さんも歌ってます。少し下ると水の勢いが増す川。川の音って心地いい。心が浄化されますね。心がよどんでるババアには浄化が必要だもんね。言い返したいけど否定できない。朝晩も涼しくなって川の水も落ち着いたら鹿やイノシシがまた活発になってくるね。最近監視カメラに鹿がたくさん録画されてるしね。砂地の鹿さんパーティー会場の痕跡。足跡増えてない？今週のコンポストチェック。野菜くずが完全に消滅してる。ババアと違って元気だな。Yokalasho Ali Gomadango Ochidaluyan Dalaga Gomadango Yanan Shelly Matagi また変な技名つけてますね。 Mata Haji Matawa Kokon Toko Umaso Yawa コンさんは食べ物じゃありませんよ。 Futsuni no Kat Kuluyan Aiza Butonia Kusai Shili no Keet Kulelu Letty Mimukat Nanchu Igisaya ちゃんとお座りできてお利口さんですね。 Babano Shitsika Zatai Mash Gadalua Sonotoki wa Waki Relaxation Ya なんて恍惚とした表情。 Her Ochi Tsukuwa Asano wa Kakala Mayaku Dedalan Shuka 非合法倒産。 Nanyan Nemunat Katawa そのままおやすみコンさん。 Swimani Kate Hen Osala Shwakia 早朝生地こねルーティン。毎朝ご苦労さん。本日は団子汁を作ります。団子汁なんだ。九州ではだご汁って言うんじゃないの？団子を麺っぽく成形するから今回は団子汁と呼ぼうかな。いろいろややこしいな。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 60%。結構しっかりとした生地。卵とかは入れないシンプルな生地です。ほな、掃除しましょう。今日もよしひこのチキンレース。怖いくせにずっと近くにいるんだよね。大人たちは余裕だね。空気は張り詰めてるけどね。本日のおもちゃ返却タイム。なんかノリが悪いな。今日は全然反応してくれない。よしひこも大人になったんだね。寂しいババアは買い物へ。買い物で癒されておいでよ。秋はセンチメンタルな気分になりますね。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイドを略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問、白様かっこいいなどいっぱい書いてね。さて、いりこで出汁を取りつつ団子汁に入れる野菜を切っていきます。さつまいもも入れるんだ。今回はね、欲しかった野菜が買えなかったから代用できそうな野菜をいろいろ買ってきました。あれ、大根の皮も使うの？団子汁には使わないけど野菜くずがいっぱい出るからこの野菜くずできんぴらを作ろうかな。さすが貧乏症のババアだね。 SDGs と言ってほしいな。いろんな言い回しができて便利な世の中だね。さつまいもと人参を乱切りにします。団子汁に根菜類は欠かせないよね。この大根は旦那のを盗みました。また盗んだの？茹でて田楽味噌で食べるとか言ってたけど大根一本丸々味噌つけて食べるってことないだろうから半分はババアがありがたく頂戴いたしました。おっさんなら一本丸々食べるよ。食べるな。いりこで取っただし汁を鍋の中に入れていきます。茹でたいりこはよしひことちょろこさん行きだね。ほんとあの子たちいりこ好きだもんね。ごぼうが高くて買えなかったから水煮のレンコン買ってきた。
水煮のごぼうもそんなに値段変わらないんじゃない？水煮のごぼうの方が28円も高かった。たったの28円。さすが貧乏症。そして秋の味覚のきのこも入れとこうかな。舞茸は歯ごたえがシャキシャキしてて美味しいよね。そしていりこだしだけでは心もとないので、お正月に買った高級な粉末だしをパラリ。お正月ってやがてもう1年じゃん。それではアイリスオーヤマ圧力鍋の鍋モードで煮込んでいきます。文明の利器に頼りまくりだね。ババアは今台所の隅っこで野菜くずを切り刻んでいます。例の野菜くずきんぴらだね。生ゴミを出すくらいだったら食べてしまえをモットーに、野菜の皮や尻尾を余すところなく使っていきます。食べれる部分だし捨てるのももったいないもんね。大根のくずとレンコンの余り物、そして人参の皮とこのスリムなさつまいも。このスリムなさつまいもも安かったんだろうな。1袋180円。こそこそ言ってるけど、この動画全世界に配信してるからね。っていうか180円って安っ。でしょう、つい買っちゃうんですよね。さて野菜くずと言いながら結構大量になったこれできんぴらを作ります。砂糖と醤油で絡めれば何でも美味しいよね。ほんとそう、日本人でよかった。醤油がない国の人はどうやって料理してるんだろう。醤油の依存度高すぎだろ。まあでもこのちょっとほどた醤油の香りたまんないよね。簡単すぎて草越えて森。その言い回しももう古いからね。それではダイレクトにフライパンからお皿に盛り付けていきましょう。ほんとババアこういうの大雑把だよね。さてそれでは団子を作っていきましょう。寝かせたおかげでしっとりまとまってるね。作業スペースが狭いのでこの生地を一旦4分割にして生地を平たく伸ばしていきます。団子汁の時は加水率 60% がちょうどいいの？麺状の団子じゃない時はもうちょっと緩めにしてたけど、今は 20% も米ぬかが入ってるからあんまり緩くするとお湯に溶けちゃうんだよね。なるほどね。そういう理由で最近はだご汁じゃなくて団子汁にしてるんだね。小麦粉 100% で作ってた時の水分量の多い緩めの団子好きだったんだけどね。さすがに今は血糖値の上昇が怖くて小麦粉オンリーの団子は食べられないな。血糖値コントロールは大変だね。さて麺状に平たく伸ばした生地を箸でつかみやすいサイズにカットしていきます。いっそ麺でもよかったんじゃない？でもね、麺にするともうちょっと薄く伸ばさないといけないし、こんな幅広麺じゃなくてもうちょっと細く切らないといけないしね。めんどくさいよね。あ、忘れてた。ババアってズボラだった。くっつかないようにしっかりと粉を絡めたらこれを茹でていきます。出た、大鍋。今回は15分ほど茹でました。結構しっかり茹でるな。今回は油揚げも売ってなくてちょっと高級な南関揚げを買ってきました。あれ、パリパリしてる。そう、これね、もう塩振ってそのまま食べても美味しいんだよね。スナック菓子みたいだね。本当にそう、おやつ感覚でバリバリいける。そして 20% 引きだった豚肉をカット。毎回見つけるよね。もうこのために早朝に買い物に行っていると言っても過言ではない。割引ハント楽しんでるな。それでは本格的に味付けをしていきましょう。本日の味付けは赤味噌。なんかチルド室の中に未開封のまま転がってた。お宝発見だね。なんかね、すごい得した気分になる。味噌は腐らないし未開封なら全然大丈夫だよね。ほんとそれ、さすが分かってるね、白様。あれ、最近なんか犯されてきたな。先ほどカットした豚肉とじっくりと茹でた麺風の団子を入れていきます。15分茹でてもしっかりと形が残ってるね。加水率 60% の生地だから15分ぐらい茹でても全然平気。そうしたらこの団子をアイリスオーヤマの鍋の中にドッキング。あの団子全部入れるの？絶対溢れると思うけど。いいえ、あの団子の半分は旦那の夜食です。夜食のボリュームもすげえな。こちらを一煮立ちさせれば完成です。そしていつの間にか仕込んでいた冷ややっこ。木綿豆腐でかっ。
この豆腐29円なんだよね。安すぎて草。冷ややっこ半分にしとけばよかったかな。冷ややっこだけでお腹いっぱいになりそうだよ。水切りもしっかりとしたので弾力がすごいです。右側の方絶対溢れてるよね。うまくバランスを取ったらええんです。今日の盛り付けもジェンガ。鰹節とネギをパラッと振って生姜をのせたら出来上がり。もう一品欲しい時に本当に便利ですよね。いつの間にかサラダもできてる。いつもの千切りストック野菜ね。南関揚げ入りました。はい、もう絶対美味しいやつ。何ブツテロやってんの？さあ、それでは上品なお皿に盛り付けていきましょまたボール。う。旦那の夜食用に半分を残して盛り付けます。こんだけよそってもまだ半分残ってるんだ。ネギパラをしたらこちらも完成。麺っぽい団子汁の完成です。悔しいけど美味しそうだな、おい。このランチョンマットの色で助かってるけど結構全体的に茶色いな。それではいただきましょう。団子が大量でもやっぱり米があるよね。でもこの味付けは絶対米に合うからね。それは否めないな。冷ややっことサラダには醤油、そして団子汁には一味唐辛子を振りかけていただきましょう。なんか真夏には考えられないメニューだね。そうだね、秋が来たんだね。そんなババアはベジファースト。血糖値上げないように頑張ってね。この野菜くずきんぴらなんだけど、大根の皮だとか人参の皮だとかね、言われてみてもあまり違和感ないんじゃないかなっていうぐらい美味しい。野菜は皮が美味しいとか言うもんね。しかもね、こういうのを作っておけば旦那が夜にウハウハで一人で晩酌してるから超楽ちんなんだよね。高級食材にこだわる人種じゃなくてよかったね。もうほんとちょろ。助かる。今ちょろいって言いかけたな。さて、それでは味噌味の団子汁、控えめにいって鬼最高。レベル鬼出ました。しっかりと茹でてもっちり感が増した団子と甘みのある赤味噌味が団子にしっかりと絡んでね、これはやっぱりご飯に合う味だよね。じゃあ今回の旦那氏は大正解だね。追加で米あと2合炊きそうな勢いだね。ということで美味しかったです。さようなら。バイバイ。